ベルベル人の駒沢です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は10月14日夜21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。T シャツからご紹介いたします。ヘインズとステッドマンの MGT ですね。デッドストックの個体です。サイズ表記がラージ。で、霜降りのグレーボディで、無地ですね。袖と裾はダブルで縫われております。チーミー全く出てないので、すみません、サイズ L ですね。L 表記ですが、実寸で今のところ XL くらいはあるかなと思います。洗って乾燥機かけていただければ着丈の方縮んでくれると思うので、もうちょっとボックスのいいシルエットになるかなと思います。お値段が5800円と消費税です。続きまして、アーミーのロンティーですね。タグがこちらにつきます。サイズ表記はミディアムでアメリカ製の個体です。で、グレーボディで、若干モックネックの仕様になってて、染み込みプリント、黒の染み込みでアーミーフロントに入ります。で、袖にはリブもつく、ロングスリーブのタイプで、バックにもプリントが入ります。いいですね。で、こちらサイズ表記ミディアムなんですが、実寸で、ラージ全然ありそうですね。自分かなりダボっと着用できるミディアム表記です。お値段が、5800円と消費税です。続きましてチャンピオンの T シャツをご紹介いたします。80年代のサイズ表記ラージで 100% コットンですね。ネイビーボディのバインダーネックでプリンターノートルダムです。で、袖はシングルで縫われててコンディションはかなりいいですね。バックは無地ですがフロントかなり、大きいプリントが入って、いいですね。1段とかではなくて、プリントが入ります。サイズ表記がラージでこちらも、自分だとちょっと着丈長いかなと思うんですが、全然血み出てないボディですので、こちらも乾燥機かけていただいて身幅伸ばしてあげればいいシルエットになるかなと思います。お値段が、同じく5800円と消費税です。続いてムービー T シャツをご紹介いたします。ジョーカーですね。サイズ、こちらデルタの XL ですね。XL サイズです。いいサイズだと思います。で、白でオールオーバーでプリントされてます。結構海外の方とか好きなテイストのプリントなのかなと思います。バックは無地になってます。袖にまでプリントが伸びててかなり、初見でインパクトあるかなと思います。今日みたいな感じで、T シャツ1枚で着るのもちろんいいんですけど、カーディガンの下とかに、ちらっと覗かせるぐらいが日本だと着やすいのかなと思います。19,800円と消費税です。続きましてお供のですねロック T シャツ、タグがムリーナのサイズ表記は XL ですね。で、黒ボディで、グリーンデーの、ものになります。ニムロットの時のものですね。で、バックにもニムロットのプリントが入ります。ジャケ写ではないんですけれども有名なグラフィックですよね。で、こちらフロントにも、結構90年代後半らしいようなプリントが入ってて、このちょっと下にもプリントが入るのがおしゃれなところかなと思います。ニムロットのオンツアーですね。バックもグラフィックいいかなと思います。色使いも綺麗ですね。袖と裾はダブルで縫われております。黒ボディでこちらかなり状態綺麗ですね。血みも全然出てなさそうです。自分が今日、中に着てる T シャツもムリーナなんですけど、ちょっとまだ全然血み出てないの分かるかなと思います。お値段の方が19,800円と消費税です。続きましてマリリン・モンローの T シャツです。ヘインズの BP サイズ表記は XL ですね。僕一番好きなタグです。で、マリリン・モンローのフォト、プリントが大きく、プリントされてます。で、コピーライトも、しっかりつきますね。サイドの方につきます。91年のコピーライトですね。で、バックは無地です。マリリン・モンローお好きな方もかなり多いかなと思います。ヘインズの B フィーでボディの生地感は最高ですね。XL 表記、自分はダボっと着用できる一番需要が多いサイズです。お値段お安めです。12,800円と消費税です。続きまして、青パンのミッキーですね。ディズニーから、こちらのタグがついて、サイズ表記、スクリーンスターですね。スクリーンスターのボディを使っております。サイズ XL ですかね。かすかに、スクリーンスター青なのが見えると思うので、こちら 100% コットンの個体で間違いないです。で、白ボディで、やっぱりミッキー赤いパンツが印象的だと思うんですけど、こちら青いパンツを履いております。赤ボディだと、青いパンツ同系色になってしまうので
青いパンツ結構あると思うんですけども、この白の、青パンっていうのが珍しいところですね。でミッキーの定番の、ポーズ、これもいいかなと思います。知る人ぞ知るっていうようなディズニー T シャツですね。スペシャルです。お値段が39,800円と消費税です。続きまして、ビルボードの T シャツです。サイズ表記が XL100% コットンですね。白ボディでシンプルですが、ビルボードのロゴがフロントに入ります。いいのが袖にもプリントが入りますね。1996年です。でバックプリントは無地ですね。かなりシンプルで使いやすいですが、色がポップなデザインで、差し色にもかなりなるかなと思います。いいサイズ感ですね。着丈そこまで長すぎないで着やすいサイズ感です。お値段が12,800円と消費税です。続きましてウールのセーターご紹介いたします。ラルフローレンですね。サイズ表記が XL です。香港製のもので 100% ウールですね。この織りのタイプ、コットンだったり、シルクやカシミヤも出てくるかなと思うんですけど、こちらウールの個体ですね。で色味が、ベージュに近いような、いい色味のブラウンです。で胸にワンポイントでポニーがつきますね。デザインとしてはかなり着やすいかなと思います。中にボタンダウンシャツを着てもいいと思いますし、1着で、着てあげてもおしゃれかなと思います。着やすいセーターですね。お値段が6,800円と消費税です。続きまして、LL ビーンではないですが、バーズアイ風の個体です。メイドインアイルランド製のもので、サイズ表記がラージですね。で、もう本当にバーズアイと同じような織りが入ってるんですけど、ネイビーと赤の配色です。かなりいいかなと思います。白と黒とかももちろんいいかなと思うんですけど、ネイビーと赤、見栄えかなりかっこいいですね。コートの下とかに着てかなりおしゃれな、上品な一着かなと思います。アイルランド製ってところもいいですね。サイズ表記ラージで着丈長すぎずいいシルエットです。ウールのセーターお好きな方、苦手じゃない方おすすめです。7,800円と消費税です。続きましてスウェットをご紹介いたします。パーカーですね。タグは欠損してしまっております。グレーボディでセットインスリーブ。こちら 100% コットンの個体とかではないですね。7、80年代には全然入っているようなレギュラーのパーカーになります。ですが、このフード付きで完全に無地のタイプ。着やすさはかなりいいんじゃないかなと思います。サイズ感も大きめで、まだまだ肉厚でコンディションは綺麗ですね。自分だとゆったり着用できるようなサイズ感です。アウターの下に、着用して、結構着やすいデザインかなと思います。お値段が6,800円と消費税です。続きましてナイキのパーカーですね。こちらサイズ表記がミディアムです。アメリカ製のものではないです。メキシコ製です。ネイビーのこちらもセットインスリーブのパーカーです。でバックは無地ですね。フロントこのフードの下に、数種が、ワンポイントで刺繍されています。これもかなりシンプルですが着やすいデザインかなと思います。でこちらもサイズ自分がゆったり着用できそうないいサイズ感ですね。コンディションもまだまだ着用していただけます。全体的にうっすらフェードがかっててそれも雰囲気いいですね。お値段がこちら12,800円と消費税です。続きましてリバースイーブですね。こちらタグは欠損してしまっているんですけれども、こちら80年代のタグですかね。おそらく 80s のボディかなと思います。で発色にビビッドなピンクの、ラグランでモックネック仕様です。この形なので、ポケットもつきます。便利でいい形ですね。コンディションですが全体的にかなり焼けてて、でピンホールも、あるかなっていうようなコンディションです。ですがリブの伸びだったり、目立つような汚れとかはなくて雰囲気いい感じで着用できるかなと思います。ピンクボディ状態、良すぎちゃうと男性結構苦手な方もいる色かなと思うんですけれども、こういう雰囲気系で落とし込んであげれば着やすい色味になるかなと思います。お値段が12,800円と消費税です。続きまして定番大人気のカラーですね。ブラックです。こちら90年代のメキシコ製の個体になります。ブラックでプリントが入らないでワンポイント C マークが入りますね。で後ろは無地になっております。全体的にうっすらこういう感じで、シミ汚れだったりは、あるんですけれども、もう全然気にならない程度ですね。で色味がブラック、一番人気なところです。サイズ表記ミディアムで自分が気持ちゆったり着用できる、僕だと一番いいサイズ感で着用できるかなと思います。チームも全然出てないです。ブラックのリバースイープ、お値段が17,800円と消費税です。
続きましてリバースウェーブのプリントものです。90年代のサイズ表記が XL ですね。こちらアメリカ製の個体です。で、ネイビーボディで胸元にワンポイントでラバープリントが3段で入ります。で、全体的にフェードがかってるネイビーですね。数結構ありそうで、ネイビーの、プリントものってそこまで数、かなり多いってわけではないです。で、コンディションなんですけども、袖口こういう感じで切れてたり、ちょっとところどころパンクしてるようなニュアンスで、これもいい感じの雰囲気系ですね。雰囲気としてはかなり仕上がってきてるかなと思います。フェード感も極上です。サイズ表記 XL で生地感ちょっと伸びてて、自分かなりダボっと着用できるかなと思います。こういうボロなテイストいいかなと思います。綺麗めなスラックスと合わせてあげてください。お値段が、安いですね。7800円と消費税です。続きましてちょっと珍しいリバースウェーブですね。80年代のサイズがラージです。で、グレーボディの、リブライン。グレーボディに対してこの白とグレーのリブラインっていうのが、いいリブラインなんじゃないかなと思います。で、袖口の C マークは取られちゃってますね。で、フロント、このプリントが入るんですけれども、この同系色の刺繍になっていて、このよく見るとプリントが入っているのがわかるかなと思います。だいたいこのボディの色と違う色で、プリントが目立つような刺繍とか入ると思うんですけど、これちょっと珍しい系ですね。グレーの無地っぽいような感じでリブラインとプリントが入っております。で、80s の生地感ですね。柔らかいです。お値段9800円と消費税です。続きまして、染み込みプリントですね。サイズ表記がラージ。こちらアメリカ製です。で、グレーボディで、真ん中、ちょっと切られちゃってますが、これもレイヤードした時結構いい感じで映えてくれるかなと思います。で、すいません。これ染み込みではなくてラバープリントですね。染み込みっぽく見えるんですけど、プリントの上からも毛羽立ってるような、ちょっと一瞬染み込みに見えますが、ラバーのプリントだと思います。で、後ろは無地ですね。で、プリントが2段で入ります。で、こちら袖がカットオフされてて、中にロンティーとか着用していただければ本当にいいレイヤードできるかなと思います。首元と袖口のレイヤード、いいかなと思います。リバースウェーブ、リブ結構長めなので、この袖が切られてて中ロンティーとか着てあげる方がシルエット綺麗になるかもしれません。お値段が9800円と消費税です。続きまして、大人気ですね。チームものの、リバースウェーブです。こちらもメキシコ製かなと思ったんですけど、こちらアメリカ製の個体ですね。サイズが 2XL です。いいですね。で、ボディもまだ肉厚ですし、フロントグレーボディでラバープリントで、ニューヨークジャイアンツ入ります。このプリントの、割れ具合とかもいいですね。経年劣化ではなくて、もともとこういうプリントが入ってます。アメリカ製でこういう、デザインの効いたプリントって意外と数少ないです。で、バックは無地ですね。サイズ 2XL で自分だとかなりダボっとなるサイズ感ではあるんですが、合わせ方によっては、かっこよく着用できるかなと思います。背の高い男性にももちろんおすすめのサイズです。お値段が12,800円と消費税です。続きまして、今日のリバースウェーブ僕一番おすすめですね。80年代のサイズが XL です。で、グレーボディで、この首周り結構もう割れちゃっててパンクしてるような、もう雰囲気系って言っちゃうようなコンディションになってます。で、フロント染み込みで、染み込みでプリントが1段で入ります。で、袖口は、意外とまだまだ着用できそうな感じですね。リブは結構伸びちゃってますが、このくたってる感じも雰囲気結構出ます。で、この染み込みプリントでこれいいのが、バックプリント入ります。バックも染み込みプリントですね。はい。染み込みのバックプリント本当に数出ないです。で、バックプリント入るもの結構胸元ワンポイントのみの刺繍とかも多いんですけれども、フロントもしっかりプリントが入りますね。で、80年代のサイズが XL。これ極上かなと思います。このダメージや雰囲気、全然苦手じゃないよって方にはかなりおすすめできるリバースウェーブです。お値段お安めです。15,800円と消費税です。続きましてサービスシューズを1足ご紹介いたします。こちら60年代の個体ですね。もちろん、アウトソールはレザー張りになってて、6ホールの個体ですね。で、サイズ表記ちょっと見づらいんですけれども、こちら内側に、ここですね。10ハーフというのが読めるかなと思います。10ハーフですね。で、こちら左足の方68年というのが
見えるかなと思います。68円の個体です。でコンディションなんですけれども、結構もう使用感があって履きじわだったりすれや、ちょっとした汚れっていうのはあるかなと思います。雰囲気としてちょっと古着慣れしてる方に、こういうのがお好きな方に買っていただければなと思います。でソールも、多少すり減ってますが、着用自体はまだまだしていけますね。ソールの状態も全然問題はなさそうです。こちら、10ハーフゴールデンサイズでお値段が12,800円と消費税です。続きまして、T シャツのデッドストックをご紹介いたします。ステューシーの T シャツですね。ステューシーのこちらコンタグのものになります。でサイズ、ラージですね。もちろんアメリカ製の個体です。袋入りのデッドストックなのでちょっとこちらの映像では出さないんですけども、ウェブの方で詳しいお写真が掲載されるかなと思います。でフロントのプリントはステューシーですね。ステューシーのプリントが綺麗にされてます。でデッドストックの個体で袋入りなので、シミ汚れや焼けも全然ないかなと思います。お値段が12,800円と消費税です。続きまして、キャップを一つご紹介いたします。サンフランシスコジャイアンツの個体ですね。カラーリングはもうチームカラーのブラックとオレンジ、間違いない配色です。でもうコンディションはもうほとんど使用感ないコンディションですね。まだまだかぶれるようなコンディションです。でメッシュではなくて、もうすべて、このコットンの仕様になってます。で後ろはこんな感じですね。サイズ感も、調節できるので様々な方が、かぶれるかなと思います。キャップお好きな方やチームお好きな方おすすめです。お値段が6,800円と消費税です。続きまして、アウター系をご紹介いたします。ラルフローレンのポリエステルのジャケットです。サイズ表記が 2XL ですね。でカラーリングがブラックです。でフードはこの、ジッパーで収納できるタイプになってて、突然雨が降ってきたりしても大丈夫そうですね。で胸元に赤でワンポイントポニーがつきます。定番のスイングトップとはまた、違う形ですね。でこの、脇のところにも通気性が良くなるようなディティールもありますし、ポケットもジッパーの仕様になってて、かなり便利なものかなと思います。でコンディションシェルの状態もバキバキですね。もう何もコンディションは言うことないかなと思います。サイズ 2XL で、着丈が 2XL サイズで、いい感じの着丈になるかなと思います。今っぽくかなり肩を落としてダボっと着用していただければおしゃれなジャケットかなと思います。お値段が9,800円と消費税です。続きましてパタゴニアの、ダウンジャケットです。色味がチャコールです。サイズ表記がラージで、プルオーバーのタイプになっててスナップボタンですね。で胸元にポケットとピスネームがつきます。でサイドにはポケットがつかずにシンプルなデザインですね。キルティングの色味はネイビーです。でダウンの、状態かなりパンパンというわけではないんですけども、もともとこのくらいの、ダウンの量で、真冬というよりかは、これから先の肌寒い季節にちょうどいいダウンになっております。色味チャコールでかなり相性良さそうですね。お値段が、12,800円と消費税です。続きましてリーバイスのサテンのジャケットです。アメリカ製のサイズ表記がラージですね。でこちらブラックボディでフロントにリーバイスのワッペンと、刺繍ですね。リーバイスの刺繍とこちらにも刺繍が入ります。で、ラグランの仕様になってて色味がオールブラックでバックにも刺繍が入ります。リーバイスお好きな方には結構刺さっちゃうんじゃないですかね。色味もブラックです。若い方にももちろんおすすめですし、リーバイスのヴィンテージお好きな方にも、もちろんおすすめです。ブラックも間違いない配色ですね。リブもライン等も入らずも完全なブラックです。自分が合わせて、しっかりゆったり着用できるいいサイズ感です。お値段が15,800円と消費税です。続きましてリーバイスのデニムジャケットでこちらデカパッチの個体です。パッチかなりでかいですね。サイズ表記がラージです。でこちらメキシコ製の個体になります。こちらのタグの印字も全然擦れてなくてコンディションはかなりいいのがわかるかなと思います。で裏地ネル張りなんですけれども、このネルの配色もかなり高配色ですね。開けてきて、ちらっと裏地が見えた時もかなりいいかなと思います。でこの襟の裏地もネルで貼られてますね。で色、レギュラーのデニム、かなり着やすいさらっとしてて今っぽい色落ちしてるかなと思います。
でバックにヨークが入ってて、裾はこのリブの仕様になってて、シルエットは結構バルーンっぽくなってくれそうですね。でポケットの横に、赤タブがつきます。パッと見若干形 A2 っぽいような A2 風な形ですね。サイズ表記ラージですが、ちょっと年代もあってかなりダボっと着用できそうなサイズ感になっております。需要多いところですよね。デニムのジャケットの、大きめです。お値段が12,800円と消費税です。続きまして70505のブランケット付きですね。パッチはまだ残っているんですが、サイズ表記はちょっと読み取れなくなっちゃってます。で赤タブがスモール E のタブがつきますね。でケアタグはつかないんですけれども、色味はインディゴかなと思います。でこちらブランケットがついていて、蜂の巣かなりいい蜂の巣出てきてますね。色そこまで濃いわけではないんですけれども、蜂の巣両腕にしっかり入ってます。でコンディションなんですけども、袖口のすれだったり、このボタンホールの部分がちょっと擦れてて、ボタンが取れやすくはなっちゃってるんですけれども、その他は、着用に響くようなダメージだったりはないですね。襟元もノーリペアです。はい。で、パッチ表記ちょっと読み取れないんですけれども、サイズ実寸でだいたい40くらいありますね。自分だと肩を落としてしっかり着用できそうなサイズです。普段ライナーなしの38ぐらい着用している方であればいいサイズ感で着用できるかなと思います。お値段が12,800円と消費税です。続きましてブラックのセーターをご紹介いたします。サイズ表記がミディアムですね。でジッパーがこちらタロンジップ使われています。で、フロントがウールの素材になっていて2ポケットで、袖は、また生地が変わりますね。切り返しになってて気の利いたデザインかなと思います。デザイン自体がかなりかっこいいですね。で後ろも無地になってます。完全な無地ですね。カラーリングもブラックですし、ディティール、もうかなりいいかなと思います。サイズ表記ミディアムで、自分が結構、気持ちゆったりくらいですね。ピタッとはしないと思うんですが、気持ちゆったりくらいで着用できるサイズ感です。お値段がこちら12,800円と消費税です。続きまして A2 のデッキジャケットをご紹介いたします。サイズ表記が XL ですね。46から48、かなり大きめのサイズ感になってます。で、ジッパーが YKK のジップが使われていますね。で、バックステンシル等は入らないんですけれども、コンディションはかなりバキバキの個体かなと思います。もう目立つような汚れだったりダメージはもう全然ないですね。サイズも XL で自分かなりゆったり着用できそうなサイズ感になっております。形がかっこいいミリタリーのアイテムおすすめです。お値段が12,800円と消費税です。続きまして、タイガーストライプのジャケットです。こちら、サイズの印字もしっかり残ってますね。スモールサイズです。でも大人気かなと思います。僕もカモ柄の中だったら一番かっこいいと思いますね。タイガーカモです。でもうコンディションはまだ未洗いのデッドストックのコンディションになります。でこちらは、ボタンがむき出しのタイプですね。60年代のものです。やっぱりボタンむき出し一発でわかるこの、ヴィンテージのディティール、大人気かなと思います。ベトナム戦争当時のものですね。サイズスモールなので自分だと結構ジャストサイズで着用できそうなサイズ感になっております。お探しだった方デッドストックでこの機会にぜひ、おすすめです。お値段が59,800円と消費税です。続きましてパンツ類をご紹介いたします。まずはじめにホワイトのコットンパンツですね。こちら形はミリタリーなんでしょうか。ちょっと内タグとかは見当たらないんですけれども、内側こんな感じになっております。で、フロントのトップフライはボタンの掛けボタンの仕様になっていて、でホワイト地、コンディションは比較的透明で見てもかなりいいかなと思うんですけれども、この太ももの付け根あたり、ちょっと一箇所ピンホールが開いちゃってるのと、後ろとかですかね、ところどころこういう感じでポツンとシミ汚れがあったり等はします。ただもうそれくらいですね。でこちら細めの、ウエストの実質になっております。ウエストが29インチで、レングスはちょっと僕には長いですね。31インチです。ニック31表記になっております。ですがこちら股上も深めなのでウエスト30インチくらいの方でも全然履けると思います。コンディションはその他綺麗です。ホワイトのコットンパンツ、お値段が7,800円と消費税です。続きましてリーバイスの、501先染めブラックですね。501で
裏地が白い先染めの色です。でパッチも残ってますね。501の3332表記で、当然アメリカ製です。で赤タブもしっかり残ってますね。色は全体的に、結構、落ちてきてフェード感はあるんですけれども、コンディションとしてはかなり綺麗な個体かなと思います。この裾の部分に若干のほつれがあるくらいですね。ですがオリジナルレングスでいいあたりが出てるので、これはこれで、そこまで嫌なポイントではないかなと思います。逆の足もですね。先染めのブラック、やっぱり後染めより数は出てこないかなと思います。で実寸がこちらウエスト32インチのレングスも32インチですね。これもロールアップして、いいサイズ感かなと思います。サイズハマる方、先染めブラックおすすめです。12,800円と消費税です。続きまして、カーハートの、ダックのダブルニーのパンツ、デッドストックをちょっと連続でご紹介いたします。こちらフラッシュはしっかり残ってますね。カーハート、メイドインザ USA。カーハートのこの辺のレギュラーのアメリカ製っていうのが、出てこないので、アメリカ製のかなり嬉しいポイントです。シール残ってますね。3332表記です。で、色味がオリーブ。で、ペインターの仕様でダブルニーです。コンディションはもう言うことないです。まず1本目、こちら12,800円と消費税です。続きましてもオリーブの色味。こちらの方がちょっと実寸が僕のサイズに近いですね。同じくフラッシャーついてて、アメリカ製の個体。で、オリーブのダブルニー仕様です。こちらは3230表記ですね。かなり、僕は好きなサイズです。この辺のペインターとかだと、ちょっとウエスト、一回り二回り大きく履きたいって僕は思っちゃうので、3230いいサイズです。お値段変わらず12,800円と消費税です。で続きまして3本目、色味がブラックですね。こちらちょっと、フラッシャー取れちゃってるんですけれども、これも、デッドストックの個体です。メイドインザ USA 表記しっかり入ります。で、サブロック32表記ですね。結構太めです。ウエスト33インチくらい普段履く方であればかなりかっこいいサイズでベルトでギュッと絞って履けるかなと思います。シール取れちゃってるんですけれども、先ほどと同じ位置にですね、シールが貼られていた跡があるので、まだ見洗いっていうのがわかるかなと思います。色味がブラック3632ですね。こちらもお値段が12,800円と消費税です。このカーハートのレギュラーもですね、ダック結構履き込んでいったり洗うと当たり出てくるんですけど、この3本ともデッドストックなので、このいい意味でデニムじゃないですけど育てれる1本としてかなりおすすめです。3本1ニッパです。続きまして、オーバーオールご紹介いたします。こちら60年代頃のものですかね。タグこちらにつきます。で、デニム地になってて、コンディションがもう毛羽立っているくらいかなり、コンディションは綺麗です。デニムもマッコンですね。で、後ろもこういう感じで、タグも残ってますし、若干のほつれ等はあるんですけれども、もうコンディションは言うことも全然なさそうな、感じですね。で、続きまして、レングスなんですけれども、レングスも、おそらくオリジナルのレングスなのかなと思います。まだ当たりそこまで出てきてないですが、いい一本かなと思います。でこちらのオーバーオールなんですけれども、実寸ウエストが40インチでレングスが34インチですね。こちら普段デニム履く方でウエストが36、7インチくらいでレングスが30か31インチぐらい履いている方であれば、程よくゆったり着用できるサイズ感かなと思います。40インチあって結構ダボっと履きたい方でも普段細身で履いてるっていう方でも、40インチ全然履いていただいてゆったり着用しても可愛いかなと思います。お値段がこのマッコンのコンディション60年代で25,800円と消費税です。続きまして、リーバイスのヴィンテージの501をご紹介いたします。まずはじめに、501の66前期モデルですね。パッチは欠損してしまっております。パッチ欠損で赤タブはスモール E でポケット裏がシングルステッチですね。66の前期です。でポケット裏はこちら6番が採用されております。ボタン裏6番ですね。で、全体的にいい感じで縦落ち、雰囲気のある縦落ちがあって、で、リペアがところどころありますね。丁寧に叩いているっていうよりかは違う生地を、縫い合わせていたり、
つまんでいるような感じで、ちょっと雑めなリペアなんですけれども、こういうのも、古着一点物としていいダメージなんじゃないかなと思います。でポケット口が擦れていたりっていうようなコンディションですね。ポケットの入り口も擦れが叩かれてます。で、レングスはオリジナルレングスですね。当然耳のつく個体です。逆側もオリジナルで耳がついております。で後ろはそこまで目立つようなリペアは特になさそうですね。綺麗に縦落ちが入っていてっていうような色味です。でこちら実寸なんですけれども、ウエストが38インチでレングスが28インチですね。このオリジナルでこのウエストの大きさでレングスがオリジナルで28インチしかないっていうこのサイズバランス、かなり需要もあると思いますし、出てこないサイズです。ハマる方ぜひおすすめです。お値段が35,800円と消費税です。続きまして505のビッグ E ですね。こちらフロントがジッパーのタイプです。でジップが42タロンのジップが使われていますね。で同じくパッチ欠損してしまっておりますが、赤タブビッグ E ですね。でウエストはチェーンステッチで、ボタン裏は4番です。でこれも、いいヒゲが入ってて濃淡の出てるいい色の1本かなと思います。もうヴィンテージらしい、遠目で見てもヴィンテージって分かるような1本ですね。で、こちらもポケットの入り口の部分が擦れてて、そちらの方が叩かれています。で、太ももの方は、大丈夫なんですけれども、膝部分ですね、丁寧に叩かれているリペアがあったり、ちょっと当て布をしていたんですかね、それを取ったような跡があったりっていうようなコンディションです。で右側の膝の部分ちょっとオイルが飛んでてっていうようなコンディションですね。でレングスは2本、両足ともオリジナルレングスで耳はつかないタイプですね。で後ろの色落ちもこれもいい色落ちしてるかなと思います。縦落ちもしっかり入ってて、お尻の部分が結構色が落ちてて、全体的にあとは濃いっていうような色ですね。でこちら1点リペアが入っちゃってます。ただこちらもそこまで、雑なリペアとか履きづらくなるようなリペアではないと思います。505やっぱり501と比べてちょっとテーパードがかってるようなシャープで綺麗なシルエットになりますね。実寸こちらも、太めの、ウエストで履きたいという方にかなりいいサイズ感です。ウエスト37インチのレングスが31インチですね。これもサイズ合う方、一定数いらっしゃるサイズだと思います。31インチがオリジナルのレングスです。お値段の方が49,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの 501WX ですね。リーバイスの501で、ベルトループが、センターで、赤タブはもうちょっと見えづらくなっちゃってるんですけれども、両面にインジが入ってますね。でこちら、スレーキ裏のインチがこちらアルミなのでギャラなしの年代かなと思います。60年代の中頃ですね。ベルトループがセンターに戻ったくらいの年代かなと思います。で、こちらも、結構雰囲気系の1本ですね。ダメージがところどころあって、このコインポケットの部分とかも、ダメージが来ててっていうようなコンディションで、大きめに結構叩かれてます。裏地を貼って結構大きめに叩かれているので、もうこれから結構破けちゃうっていうような心配は逆にない1本なのかなと思います。で股部分もですね、ちょっとスレがあるのと、ここら辺、簡易的にリペアがされてます。でレングスはオリジナルレングスで当然耳付きの個体ですね。で続きまして後ろの色落ちなんですけれども、全体的にこれもいい縦落ちがさらっと入っていて、履きやすい1本なんじゃないかなと思います。いい色です。でベルトループセンターでこちらちょっと、結構擦れてきちゃってるのでリペアしてあげた方がいいかなとは思います。でバック部分、ポケットの部分がちょっと破けちゃってたりリペアがところどころあってっていうような感じですね。こちらも、違う生地で布が貼られていてリペアがされています。雰囲気が出るようないいリペアがされているとは思います。こちら実寸がウエストが32インチのレングスが31インチですね。若干細めの男性とか背の高い男性がかなりハマるサイズだと思います。WX のこういういいサイズの1本の中では、お値段的にもお手頃な方かなと思います。お値段が69,800円と消費税です。続いても501の WX ですね。こちら501の
続きまして年代見ていきたいんですけども、ベルトループがまずオフセットについてます。でスレーキ裏、こちらがカッパーですね。で、続きましてリベット、フロントフライの個体なんですけれども、足長 R が採用されているので、リーバイスのギャラ入りの年代ですね。50年代後半から60年代頭頃の年代です。で、全体的にヒゲもしっかり入ってて、このオイル飛びだったりリペア、これもいい雰囲気の1本かなと思います。で後ろもですねダメージがありますが色落ちもいいですし、かなりいい1本ですね。うっすら蜂の巣も大きめに入ってます。でレングスオリジナルレングスで当然耳付きですね。両側耳付きです。こちらの個体は実寸ウエスト30インチのレングスも30インチです。こうやって合わせてみた感じ、結構雰囲気出るような感じかなと思います。上結構きれいめに合わせていただければ、この雰囲気履きやすい1本だと思います。3030、細身の男性おすすめです。お値段が79,800円と消費税です。明日がですね、アメリカから荷物が届いて、明後日、入荷日ということで、またやらせていただきますので、いい商品アメリカからまたたくさん届きますので、皆さんのご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。